お電話ありがとうございます。おじいの朗読者です。本日の朗読も最後までお楽しみくださいませ。俺の妹の話。俺の妹さ、俺が17の時死んだのよ。今からもう8年前。まだ6歳でさ、末っ子で男兄弟ばっかだから、兄貴も弟も猫可愛がりしてたね。でも、もともと病弱でさ、ちっちゃくてさ、でもめちゃくちゃ可愛くてさ、ちょっとしたことでも泣くんだよ。兄ちゃん兄ちゃんって、いっつも俺の後ろついてくんの。街にあるケーキ屋のショートケーキが大好きでさ、1週間に1回ぐらいバイト代で買ってやってた。食ってる時、美味しいって笑う妹がとっても可愛くてさ、すげえ可愛くて、妹が発作で倒れたって聞いて、俺、学校からバイク飛ばして、中学校で弟拾って、速攻病院に行った。いろんな機械つけて、妹は寝てた。おかんとばあちゃんが、もうダメだって、なんかじいちゃんに拝んでるし、シノを連れてかんといて、お願いやって、じいちゃん、妹生まれてすぐに亡くなってる。シノを抱くことなく行ってしまったじいちゃんは、死ぬ間際までシノを抱っこしたいなって言ってた。俺が行って、シノ、シノって呼ぶと、意識が戻った。兄やん、あんね、シノ、ショートケーキ食べたいん。いっぱい買ってきてやるから、死ぬな、寝るな、起きてんだぞ。って、俺はケーキ屋からあるだけのショートケーキ全部買ってきた。でも、妹、死んじゃったよ。俺がショートケーキ買ってきて、病室のドア開けると、妹が笑ってて、買ってきたぞ、シノ。食って元気出せ。って一口食わしたら、おいしい。ありがとう、兄やん。って笑って、目を閉じて、それっきり。すぐにピーって機械が。電気ショックとかやっても無駄だった。棺桶に入るときに気に入ってたおかんが作ってやった紺色のフリルのいっぱいついたドレス着てた。ばあちゃんが作ってやったお手玉も入れてやった。俺、1年ぐらい立ち直れんかった。壁にさ、誕生日に妹がくれた兄やんたちの顔って絵があってさ、まだ6歳だから下手くそでさ、でも兄弟で笑ってんの。俺と一番上の兄貴の間でカチューシャつけた妹が笑ってる絵。もうそれ見るたびに泣けてくるんだよ。でも我が家でな、ちょっと不思議なことが起きるようになったのはそれからなんだ。夜中にばあちゃんの部屋から声がすると思ったら、ばあちゃんが、じいさん、シノ連れてきてくれたん。そう、その服気に入っとんのな。そうかそうか。これって嬉しいか。障子の隙間から見ると、ばあちゃんが笑ってんの。相づちまで打ってさ、テーブルにお茶とジュースまで出してさ、妹の好きな地元の古い店が作ってる瓶のサイダー。俺、ついついばあちゃんの部屋開けちゃった。そしたらばあちゃん、慌てもせずにさ、
ヒロト、じいちゃんとシノがそこに来とる。挨拶せえ。って、俺にまでお茶出すし。これ飲んだら帰るとこまで帰りんさい。って、ばあちゃんは笑ってた。まあ、それくらいは序の口。おかんが台所で弟のおやつにホットケーキ作ってたら、作っといた一皿の一枚の半分だけがなくなってんだって。歯型ついてて、どう見てもシノの口の大きさでさ。あの子、ホットケーキも好きやったからな。って、ばあちゃんもおかんも涙してんの。あとは、家にいるときに、シノの声を聞いたことは全員ある。おとんが、きっと、この家が好きで出て行かないんだろう。って言ってたな。で、就職するからって、東京で一人暮らし始めた。その頃、好きな女もできて、告白しようか迷ってた。ある日、夢の中、妹とよく行った公園で、二人でベンチに座ってた。兄やんはあの人好きなの？おかんが作ってやったフランス人形みたいなドレス着てさ、妹が笑ってんの。向こう側のベンチに俺の好きな人が座って本を読んでて、それを指さしながら、うんって俺が答えると、大丈夫、シノが何とかしてあげるって笑ってた。で、しばらく経ったある日さ、その女の人から告白されてしまった。それから、そのまま今に至るってわけで。結婚してしばらく経って、実家にシノとじいちゃんの墓参りに行った時、墓前でさ、俺の奥さんが言うんだよ。そういえばね、不思議なことがあったの。何？あなたに告白する前にね、不思議な子に会ったの。新宿で買い物してたら、ちっちゃい女の子に声をかけられてね。紺色に白いフリルのドレス着てて。でね、お姉さんは、ニーヤンのこと好きですかって言われたの。ニーヤンって誰って聞いたら、大丈夫。お姉さんはニーヤンのお嫁さんになる。うちのニーヤンもお姉さんのこと好き。って言って、どっかに消えちゃったの。でね、その子がいなくなった後、不思議なんだけど、あなたの顔が頭に浮かんだの。シノしか思い当たるところはない。そのことを嫁に話すと、嫁は、まさかって笑ってたが、実家に戻って茶の間に飾ってある妹の写真見て、この子って驚いてた。はあ、シノがくっつけてくれたんだ。で、またしばらくして、嫁が妊娠。でも、ちょっと危なかった。ある日、病院で、嫁の看護しながら、眠っちまった。そしたら夢に、またシノが出てきた。兄や、お父さんになるの？そうだね。また公園だった。今度は俺の横に腹が大きい嫁が座ってた。卵クラブ読みながら。シノ、兄やの子供、守る。って言って、嫁もお願いねって言ったら、嫁の腹の中に入ってっちまったよ。むしろ消えたの方が正しいのか。目が覚めて朝、嫁にそのことを話したら、嫁も同じ夢を見ていたらしい。で、嫁もお願いって言ったらお腹の中入ってっちゃったって笑ってて。無事生まれました。我が子。健康な女の子です。今年
3歳になります。仕草が妹に似てます。笑い方とか、喋り方とかね。あと、性格とか、好きなものとか嫌いなものとか。っていうか、妹の生まれ変わりだろうな。っていうか、俺、親バカになりました。麻雀もパチンコもやめたし、家にも早く帰るようになったし。俺の実家に帰ると、もうみんな猫っかわいがり。ばあちゃん大興奮。親父、初孫のためにデジカメとデジタルビデオカメラ買いました。おかん、連れてくと話しません。とっても元気で、いたずら盛りの我が子。元気に育てよ。まあ、平和です。我が家。本日も最後までご視聴ありがとうございました。またのご連絡お待ちしております。